皆さんこんにちは。見えてますか？聞こえてますか？よかった。ちょっと30秒ぐらい遅れたんですが、無事に始めることができました。しかもすごい、今61名の方見てくださっています。ありがとうございます。そして、スーパーチャットじゃなくて、ライブチャットもたくさんいただいてます。聞こえてるかな？ふう。はちょっと一瞬、飲み物を紹介しようかな。じゃあ、じゃじゃーん。飲み物。これはリプトンの、なんて言うんだこれ、アイスティーです。じゃじゃーん。これをさっきヨハンが作ってくれて、ピーチ味、めっちゃ甘々のやつ、いただきたいと思います。ねえ、どんどん集まってきてくださってる。聞こえてるかな、声。いいかな？よかった。皆さん、誕生日おめでとうございますと、たくさんチャットでいただいています。ねえ、すごくない？なんか誕生日にさ、私誕生日あんまり気にしない人というか、365日ある中の1日と思って過ごしてるんだけど、結構さ、30とか25とか、その0と5がつく年っていうのはスウェーデンではすごく盛大にお祝いするっていうのがあって、今回はなんかそういうのもあって、正直去年29歳の時何したか覚えてないんだけど、今回は私の一生の思い出に残る1日にしたいなと思って、皆さんと一緒にね、こうやってお祝いできるのがすごく嬉しいですし、光栄と思います。よかった、聞こえてますよと、皆さん。はい。ちょっとじゃあ、乾杯していい？ということで、ちょっと本当におこがましいんですけど、私の誕生日なので、ちょっと乾杯させていただきます。乾杯。そうそう。ね、昨日さ、作ったの、ちょっとこんな感じで。30歳になりました。ね、しかもほら、私、今もうすぐ4万人という、登録者の方々いらっしゃるんですけど、その中には、私の誕生日と同じ5月31日の人も、昨日誕生日だった方もいるということで、ちなみにヨハンのお母さん、昨日誕生日で、ね、すごい近いんですけど、なんかね、こうやって人生長く過ごしていると、そうやって会うことができるっていうのも面白いなと思いました。すごい、188人。皆さん、そして、なんていうの、このグッドマーク、グッドボタンも押してくださってありがとうございます。嬉しい。ねえ。すごいたくさん、もしかして今日初めて見てくださってる方もいるのかな？ね、最近フォローしてくださった方、なんか月にほんとに何千人っていう方に最近フォローしてもらっているので、この中にはきっと初めての方いらっしゃいますよね。嬉しい。なんか前回やったのが、確か、なんか黒いお菓子を食べた、イースターのお菓子を食べた時だったと思うんですけど、それから2ヶ月、3ヶ月、2ヶ月ぐらいかな、経って、はい、皆さんとこうやってね、ライブができるのが嬉しい。MK さん、ありがとうございます。おめでとうっていう、すごい可愛いやつもらった。ありがとうございます。で、ちなみに今日、今1時なんですけれども、私は8時半ぐらいかな、起こされてというか、こう、なんか歌いながら起こしてもらって、じゃじゃん、ヨハンにこのバースデーカードもらった。可愛い。なんかすごいね、この、なんていうの、3D 感が可愛い。昨日さ、すっごいなんか部屋にこもって作ってたのこれかなみたいなね。ねえ、そう、YouTube も3周年おめでとうございますと、すみこさんいただきました。ありがとうございます。ほんとに3周年すごくない？ね、そう、私実は、2年前に動画を作ってて、1日、自分の1日、誕生日1日に密着する動画、その中でやっぱ話してたこと、最後に話してたことを改めて振り返って、YouTube 始めて1年間頑張りますっていう話をしてたので、それと考えると2年間続いて、そしてまた、これからも2年、3年目も頑張ろうって思えてるって、すごいほんとにラッキーというか光栄なことだなと思って、それをね、皆さんとお祝いできて、今回すごい嬉しいです。そう。で、裏に、ね、見て。そうそう。これ見えるかな？あれで。見えますかね？ここにね、見て、今日スパスパにご招待しますって、誕生日プレゼントいただいたんです。なんかもう一つ実は誕生日プレゼントもらってて、それは動画の中で、
そうそう、今日1日密着動画をね、実は、ちょこちょこ今撮ってるんですけど、その中で、皆さんに改めてお見せしたいなと思うんですけど、ヨハンから今日、スパトリートメント誕生日プレゼントをもらいました。嬉しい。あ、ありがとうございます。1188かおさん。ユニコーンかな？かわいい。ありがとうございます。よかった、見えてますって。はい。ふう。すごい。264名の皆さんに今見ていただいています。久江さん、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。いつも楽しいライブ、動画ありがとうございます。これからも頑張ってくださいっていただきました。ね、本当に皆さんが見てくれるから、私も作ろうと思えるし、始めた頃って、全然何を作る、多分発信できることはいろいろあるんだけど、自分が何ができるかとか、何を作りたいかわからない中で、皆さんにこうやってさ、今コメントもらってるけど、そうやってもらう中で自分がやりたいこととすごいマッチさせるっていう、ことができるので、本当になんだろね、これからも続けていけたらいいなって思ってます。すごい。ね、手作りカードの手作り感があって嬉しいってね。そうそうそう、今日は、今は家にいて、ヨハンは普通に仕事をしていて、で、その4時45分にスパに行くっていうね、私だけ行く。で、ヨハンは犬とお留守番というか、コテージを借りてて、それも動画にしてるんだけど、そのコテージを借りてるので、家族でそのワンナイトをステイするっていう中で、私一人でちょっとこうトリートメント、マッサージしてきてもらいなよみたいな感じなので、はい。なので家族旅行というか、ちょっと同じ町にあるスパなんですけど、ちょっと他のとこでね、外泊するっていうのが、超久々ではないけど、犬とね、旅行したのが多分ノルウェーぶりかな気がする。あ、すごい、夏子さんっていう、同じ名前の方から、誕生日おめでとうございます。いつも楽しい動画ありがとうございますとスパチャいただきました。そしてユミさんからも、誕生日おめでとうございます。嬉しい。すごい私からも、本当に皆さんに何かできないかなって毎回思うんですけど、ね、皆さんにはいただいてばかりで、本当にありがとうございます。天狗ちゃんさん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい動画楽しみにしていますといただきました。じゃあもう早速ね、話したいことがちょっとね、今日4つありまして、パパパパッと話して1時間で終わらせて、先の予定に、間に合うようにっていう感じなので、じゃあね、皆さんに何か私ずっとできないかなと思ってて、1年以上前に視聴者プレゼント企画っていうのをして、ブライアンとジェマの、グッズっていうのをね、1名、毎月1名に送るっていうのを4回ぐらいやったのかな。待ってね。こういうやつこういうやつを、選んでもらって、キャンドルとか、他には、なんか、こういうやつとか、色々あったんだけど、それをやって以来、全然、視聴者プレゼント企画みたいなのができてなくって、でもいいこと思いつきました。なので、3周年を記念して、視聴者プレゼント企画したいと思っています。イエーイ。そう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 、出さないと。視聴者プレゼント企画ね。そう。で、そうそう、応募のやつは、この概要欄のやつに、今日のライブの概要欄、もしくは、コミュニティ投稿にこれから貼りたいなと思うんですけれども、何を皆さんにお送りするかっていうのね。じゃん。スウェーデンからポストカードを送りたいと思います。どう？しかもというか、今回は、どれぐらいの応募があるかわからないんだけど、最低5名に毎月5名に、私のこの家から、皆さんがお住まいの日本なのか、アメリカなのか、カナダなのか、もしくはスウェーデンなのかわからないですけど、皆さんがお住まいのお家にポストカードを送るっていうのをね、今年いっぱいやりたいなと思っています。なので、応募フォームはこれからちょっと今貼りたいんだけど、皆さんこの動画を見てくださった後に、多分住所とニックネーム、当選者発表する時のニックネームを書いていただいて、あと普通に住所とお名前も書いていただくだけで、応募できるので、これ毎月、やりたいと思います。ね、そしたらさ、すごい繋がる感じもやっぱりするし、いつもこのコメントでもらってるけどね、
やっぱりなんかフィジカルなもの、実際に会うとか、そういうのもいつかできたらいいなと思ってたから。で、そのポストカードをね、この前ね、いっぱい買ってきたの。なんかスウェーデンのすごい古いポストカード、なんか切手をさ、集めるのがさ、趣味な人がいっぱいいて、スウェーデンに。その人たちが、集めて、でも多分ドネーションで、もういらないみたいな感じで、これは、なんだっけ、リサイクルセンターでいっぱいね、ゲットしたやつ。で、このキング、ほら、キングが載ってるやつとか、すっごい古いの。これもさ、1979年のポストカードとか、そう見せるとさ、もうキリがないんだけど、なんかいろいろあります。これから、私がこうピックアップして、毎月5名に送りたいなっていう風に思っております。そうそう、見せたいんだけど、こんな感じね。なんかね、ちゃんと、これはゴデュールってクリスマス書いてあるんだけど、ちゃんと裏にどういうポストカードなのかってここに書いてあるから、きっともらった方、なんか何のポストカードなんだろうって思う方いると思うので、見れると思います。どっちがどっちだ？はい、そんな感じ。ねえ、すごいすごいいっぱい皆さん見てくれてる。あ、ふう。そうそう、忘れた頃に届きます、きっと。毎月やるので、毎月例えば、今日から募集してて、6月いっぱいの分は7月に当選者を発表して、さらに7月も募集して、で、7月中に送ってっていうのを、こう7回やろうかなって思ってるので、皆さんにはぜひ、これを特にね、見てくださってる皆さん、ぜひ応募していただいて、抽選でね、それも発表したいと思っております。そうそうそう。で、それをね、伝えたかったの、今回、動画で。ね、そうそう、味のあるポストカード、なんかすごい自分も欲しい。なんかちゃんとね、何のポストカードかこう裏に書いてあって、そうそう、なんか記念切手っていうのが多分結構、こういう系は記念切手が結構多いんだけど、はい。皆さんのもとにこのポストカードたちが行ったらいいなって、これとか、これか、ね、思っております。あ、ふう、ふう。そうで、これ一つ目ね、一つ目。というか皆さん元気ですか？日本、暑いですか？今何度ぐらいですか？お住まいの地域が。ここもすごい暑くて、なんかもちろん雪は全部溶けて、もういきなりもう芝生がさ、グリーンになったり、リンゴの木がすごいなんか葉っぱが出てきたり、もうすごいここ1、2週間で、もうあっという間に夏になりました。もう春は今回来なくて、もう春すっ飛ばして夏になったので、結構衝撃的。周りの近所の人とかも、なんか結構衝撃受けてます。あ、よかった。なかなか日本では見られない感じのものだから欲しいって。ね、ほんとにそう。ほんとに日本で見られない感じの、やっぱ北欧ってこういう色とかもさ、なんかこれもきっと98年のものなんだけど、色も可愛いし、これをさ、記念切手をはがきにしてる感じとかもすごい可愛くて、すごいそうそう、もらって欲しい。あ、よかった。ポストカード応募します。当たりますようにって。もう台風発生しました。聞きました。台風1号がね、今ちょうど来てるのかな。うんうん。海外からの手紙は嬉しいよねって。今年はまだ涼しいです？今日は少し肌寒かった。何度ぐらいが肌寒いんだろう。なんかこっちでも一応、気温が、10度以下、朝は。だけど、もう今は結構暑くて、天気予報では20度ぐらい、でも実際に温度計で見ると30度とか書いてあるの。だから結構暑いです。そうなんだ。今は18度ですよって。九州は晴れてて、暑い日は30度近くなりますよね。そうそうそう。うんうん。YouTube はデジタルなのに、絵はがきはアナログで面白いってコメントいただきました。東京は22度から27度行ったり来たり、それぐらいがいいかも。やっぱり30度いかないぐらいがちょうど良くないですか？うんうん。北海道はまだまだ寒いって。ええ、傘が壊れるほどの風でしたって。そうそう。じゃあね、次、もう自分で仕切っちゃうんですけど、
はい、せっかく、誕生日に皆さん見てくださってるということで、ここでね、私の嬉しい自分が嬉しいお知らせをしたいと思います。嬉しいお知らせね。じゃじゃん。見えるかな？ヨハンと4年ぶりに日本に帰国します。イエーイ。そうなんです。8月からそう、これに見せよう。こんな感じで帰国することになりました。7月からソウルに行きまして、8月に日本に帰国っていうのがね、もうね、チケット買ったの。チケット買ったので、日本に今年も帰れることになりました。嬉しい。ねえ。あ、よかった。ヨハンさんもそう、ヨハンが実は、ソウルで学会に出席することが決まって、その学会に私もついていく、そしてそのついでに日本にも帰ろうということで、夏休みを取ってここでね、日本に帰ろうと思っています。で、ここは多分ね、5泊？4泊4泊ぐらいさ、ソウル住むので、私初めての韓国でめちゃくちゃ楽しみです。もう美味しいものいっぱい食べたいし、なんか洋服とかさ、なんか可愛いものとかいっぱいあったら買いたいなと思ってて、全然その韓国詳しくないんですけど、皆さんきっと韓国詳しい方いると思うので、ソウル市内のおすすめスポット、ここは絶対行ってほしいとか、このお店がおすすめっていうのがあったら、ぜひ教えてほしいです。食べ物とか特に私わからないので、なんか何が美味しいよとか、最近流行ってる食べ物とか教えてください。ねえ。あ、熊本に来てほしいですって、あ、こんにちは、間に合いましたって、日本にいる期間、自分の誕生日だ、なんか嬉しい。ね、ソウルで何食べますかって。ね、なんか食べ歩きっていう文化がスウェーデンにはないので、食べ歩きをしたい。なんか、なんだっけ、フルーツ飴を食べたいし、なんかスイーツもいっぱい食べたいし、なんかふわふわのなんかケーキみたいなやつとか色々ありますよね。そうそう。で、結構韓国旅行系の Vlog っていうのが YouTube たくさんあるから、もう結構それでちょっと何本かもう先に見て、あ、私もこれ食べたいとか思ったんだけど、ね、東大門市場っていうのかな、食べ歩き、ね、そう、市場とか行きたいよね。うんうん。あ、韓国は服が可愛くて安いんだ。ね、もうそれまでちょっと痩せて、いっぱいお洋服買いたい。なんか日本に帰ったら、GU とかユニクロとかでお洋服買いたいけど、韓国でもちょっといろんな小物とか買いたいかも。可愛いバッグとか。うんうん。あ、韓国最高ですよって。ソウルにハリー・ポッターがコンセプトのカフェがあって楽しかったですよ。非公式だけど。そうなんだ。うんうんうん。タンフルいいですね。タンフルってなんだろう？あ、お誕生日おめでとうございますっていただきました。ありがとうございます。そう、2人で帰れるのが結構嬉しくて、で、そう、さっきね、オフ会行きたいって声があったんだけど、オフ会がね、ちょっと自分でやっぱり調整するのが今回難しいというか、期間が短くて、で、ヨハンの願いを叶えてあげたいっていうのが今回あるので、彼が行きたいところ、やりたいこと、全部しちゃったら時間がね、結構なくって、でもね、土日が2回入ってるいい感じの日程ではあるんですよね。そうそう。だから、もしかしたら私の地元の唐津っていう場所があるんですけど、そこに来てもらうようなオフ会なのか、福岡でするオフ会なのか、それはね、どうだろう、多分難しいかな、どうなんだろうっていう感じでございます。で、ヨハンがね、そうそう。で、日本でやりたいことね、じゃん。日本でやりたいこと。日本でやりたいこと、私とヨハン多分それぞれあるんですけど、そう、私とヨハンで2人でやりたいねって言ってるのは、1回、旅館にヨハンが泊まりたいそうで、温泉旅館っていうのに、2人で旅行したいなと思っています。で、それが多分、九州いっぱいあるじゃん？なんか大分とか熊本とかあると思うんだけど、湯布院とか、なんかそこら辺で1泊2人でちょっと旅行したいねっていう話をしています。で、食べ物いっぱい食べるでしょ。で、ヨハンはめっちゃ髪長いんだけど、今ほんとになんか私の昔ぐらいの髪の長さあるんだけど、髪を切りたいそうです、ヨハンさん、日本で。
はい。なので、あの、なんか、じゃあ、日本の床屋で切りたいのって聞いたら、それもやってみたいけど、私がいつもお世話になってる美容室でもいいとか言ってて、そうそう、でもとりあえずバッサリ髪を切りたいそうで、その前に別にスウェーデンでも切れるとは思うんですけど、それも、動画にできたらいいなと思っていたりします。ヨハンさんのしたいことを叶えるなんて素敵な帰国旅ですね。そう、ヨハンがやっぱりさ、日本も大好きで、日本にやっぱ日本のものも大好きだし、食べ物も大好きだし、その日本の自然、そして街並みとか全部大好きなんですけど、なかなか帰れてなくって、そのコロナ前に帰った以来なので、それでヨハンがやりたいことをとりあえず今回はしてあげて、で、私は結構ほら一人でも帰れるというか、違う時に一人で帰れたりするので、その時にオフ会というか、皆さんに会う機会を設けて、今回はちょっとヨハンを中心に、彼がやりたいことをやらせてあげたいなって思います。で、そうそう、温泉旅館良くない？なんていうの、このさ、部屋着みたいな、普段着っていうの、なんていうの、着物みたいの着て、お部屋に、お風呂があるかわかんないけど、なんか家族風呂とかを予約して、2人で温泉入るとか。で、ヨハン結構なんか温泉は、裸になるのあんまり抵抗ないみたいだから、普通にお互いに、すごいいい温泉に入るみたいなのができたらいいなと思います。ヨハンね、硫黄の匂い大丈夫かなってコメントいただいてるんですけど、多分大丈夫。結構ね、日本で温泉何個も入った気がする。うんうん。短くなったヨハンさん見てみたいですって。ねえ。そうそう、髪切っちゃうの。今すっごい長いの。もうすごい。しかも髪がなんていうのかな、こう多いから、ドネーションしようっていう話をしてて、ドネーションになんていうの、この竹が間に合えばというか、丈が35センチだったかな。それだけあれば、絶対ドネーションしようねっていう話をしてます。すごい477名の皆さんに見てもらってます。ありがとうございます。今はヨハンと4年ぶりに日本に帰国しますという話をしています。そう、それが8月の1日から10日。でもさ、この時ってさ、一番暑くないですか？日本って。なんか暑い、気温も暑いのはもちろんだけど、なんていうのかな、このヒューミッドのジメジメした暑さっていうのが結構ヨハンは苦手で、やっぱり日本の夏ってこうサウナみたいな感じ、サウナにずっと入って汗を常にかき続けるみたいなのがすごくこう気持ち悪いらしくて、それがちょっと心配。で、私ももうなんかスウェーデンの夏に慣れてて、日本の夏を経験するのが4年ぶりとかだから、ヨハンと同じで結構もう汗っかきだからさ、特に。絶対なんかもう化粧とかできないだろうなと思うし、夏の間は。とにかくもうさ、なんかベタベタになりそうで、ちょっとそれが怖いというか、夏の、暑い時の過ごし方はどうしようかなっていうのはあるんですけど、とりあえずこの最初の、ソウルっていうのが、ヨハンは仕事で行く。で、私はその間一人、フリーなので、一人でちょっと楽しんで、いろいろソウルでやりたいことも、まだ見つかってないんだけど、食べたり、あとカラーパレット診断っていうんですか？パーソナルカラー診断っていうのをしたい。あれをさ、日本でもいいんだけど、ソウル多分一人でめっちゃ時間あるから、それで5日間、4日間あるうちの、そうそう、やりたいなと思っております。うんうん。暑いよねって、首を冷やすタオルとか売ってるので、確かに。そうそう、そういうの日本売ってるからすごいと思う。うん。ヘアドネーションは31センチか、31センチだったら余裕な気がする。多分これぐらいだもんね。これぐらいか、もうちょっと私の手より大きいぐらいか。今年は昨年よりも暑くなるみたいです。そうなんだ。もうそんなこともわかる？わかるんだね。熱中症対策、確かに。ねえ。でもなんか、ほんとになんかザ・夏っていうのもさ、もう4年ぐらい経験してないから、それもちょっと楽しみではあります。去年の10月に帰った時は、ほんとにちょうどいい、20度前後で、でも暑い日は25度になるみたいな超パーフェクトな過ごしやすい時だったんだけど、この日本のザ・夏っていうのをさ、ヨハンが溶けてる様子をさ、ちょっと皆さんに動画でちょっとお伝えできたら楽しいかなって思っていたりします。今の日本の夏、ほんまに暑いよって。あ、
危険な暑さがありますってね。だから子供とかさ、夏休みね、どうやって過ごしてるんだろうって思いますよね。あんまり日陰がないさ、なんていうの、外のなんていうのか、プレイグラウンドみたいなとこに行くとすごい暑いだろうし、かといって、ねえ、どこでみんな遊んでるんだろう。ゲーセンとかカラオケとか、もうそういうなんか室内の涼しいところ、あとなんか、なんていうのかな、ジャスコじゃなくって、イトーヨーカドーみたいな感じの、なんかフードコートみたいなとこでたむろとかすんのかな。うんうんうん。沖縄から見てます、Y さん、ありがとうございます。そう、沖縄もさ、ヨハン行きたいって言ってて、今年の夏はちょっとほんとにもう10日間しかないから、多分九州でいっぱいいっぱいになると思うんですけど、沖縄私も行ってみたいし、ヨハンも行ってみたいところの一つかな。なんか一応九州、沖縄ってさ、地方のくくりがあるけど、全然私は沖縄と九州、佐賀は全然違うと思ってて、沖縄は沖縄らしい、その沖縄の素晴らしさがあるから、それもなんかもう一回行って体験したいなと思う。なんか意外に沖縄の方がさ、こう海に近くて、なんか盆地の暑さとは違って、結構本国より涼しいってことがありません？もちろん暑いんだけど、あ、大きなかき氷を食べると幸せ感じます。いいかも、いいかもいいかも。楽しいねって。ほんとですよね。暑いのだけは勘弁です。韓国での動画も見たいですって、ありがとうございます。そう、なので、スウェーデンに、そうそう、ワンちゃんがいるじゃないですか、うち。なので、その2匹を実家に預けて、合計でね、2週間になるんですよね。だから、ヨハンの両親もやっぱりこう、お仕事は休みなんだけど、このお仕事の休みとこう調整して本当はさ、3週間、4週間って帰れたらもちろんいいんだけど、こう合間を取ってというか、お願いしなきゃいけないので、あと猫もいるしね。ね、それで、今回は2週間っていうこのくくり、ほぼ2週間っていうの中で、韓国と日本に帰るっていうすごい、楽しみな旅になっております。うんうん。夏苦手です。イオンとかおっきいショッピングモールに行きます。それがいいかも。なんか図書館とかね。そうそうそう、なんか家にいる方がさ、結構ね、暑かったりするかもだから。うーん、蒸し暑さを防げないけれど、今は男性も日傘差しているので、日傘おすすめです。確かに。ほんとに日傘あるのとないのでは全然違う。もうなんか、直射日光浴びると、なんかもう焼けてる感じするからね、危ないですよね。そうそう。今はジャスコがなくなりまして、イオンになりました。そうそう、イオンが言いたかったんだ。はいはい。プールに行きます。ね。うんうんうん。すごい。夏子さんと同じく高田馬場でスウェーデン人と会って付き合い始めた大学生です。いつか彼氏とこんな風に一緒に生活したいなと思っていつも動画見てます。頑張ってください。嬉しい。すごい、高田馬場、懐かしい。ねえ、あれかな、一緒の語学学校に通ってたのかな、高田馬場にある。すごい。私はほら、ヨハンは、語学学校で大学とかで出会ってないので、ほんとにたまたま出会ったって感じなんですけど、すごい。しかも大学生で同じだ。あ、沖縄の方が夏は本州より涼しいと思います。そう思う。なんか私の地元唐津も、海がこう近いからさ、なんていうのかな、海風が来るのか、全然その、なんかクレイジーな暑さにならないような感じがする。その佐賀市っていうこう内陸の方がすっごい暑いのも、なんかコンクリートでこう閉じ込められてるみたいな暑さがあるんだけど、ね。はいはい。嬉しい。こんばんは。同郷佐賀から見てます。ってね。皆さんはなんか夏の予定とかあるのかな？なんか何日間仕事がお休みになるとか、なんかお子さんいらっしゃる方はどれぐらいのなんか子供の夏休みがあるとか、なんか夏忙しいですよね、みんなきっと。うんうん。すごい。夏子さん、お洋服いつも可愛くて、どこで買ってるんですか？日本の流行りに近い感じで素敵ですって。普段はH&M が多いかも。スウェーデンで、ユニクロもあるんだけど、ユニクロのオンラインショッピングするのすっごいめんどくさくて、スウェーデンで。で、返す時もお金がかかっちゃったりするので、
私はもうスウェーデンでは H&M、どこにでもある H&M でオンラインで買って、返品もすぐ簡単っていう方法を取ってて、日本に帰る時に大量の GU とかユニクロとかで買うことが多くて、あとは、これとかはなんだろう、セカンドハンドも私好きなので、セカンドハンドでジャケット買ったり、なんかいろいろなもの買ったりしています。ねえ。なんかそれこそ韓国とか行ったらさ、なんか最近流行りの、なんかファッションブランドとかあったらさ、そこもさ、ちょっと見てみたいっていうのはあるかも。ああ、嬉しい。夏子さん、ほんと喋り方素敵。あ、すごい、吉拓さん、唐津済ですって、嬉しい。ね、もしかしたらさ、これもさ、私が小さい時から知ってるさ、友達のお母さんだったり、親戚のおじさん、おばさんだったり、私の家族とかを見てくれてるかもしれないから、そうやってさ、誕生日祝えるってすごくない？で、30歳になりましたって、もうほんとに30歳にね、なりましたね。でも、あんまり年齢をさ、こっちの人気にしないっていうのもあって、で、私も年齢を聞かれたことがない、実は。日本人の方で知り合いになった方は結構、「何歳ですか？」っていう感じなのか、なんか、まあ、年代の話とかには結構なるけど、スウェーデンであんまり年齢聞かれたことなくて、はい。っていうのもあって、あんまり意識せずに20代、過ごしたかもしれない。だから26、7、8、9ぐらいはちょっとあんまり自分が何歳かわからないまま過ごして、でも30っていうこの大台っていうのかな、を今日迎えるので、改めてまたこうやってね、皆さんと振り返りながら、20代とね、30代、何やりたいかっていうのをね、このライブで話していきたいなと思います。うんうん。あ、神奈川から参加してますって嬉しい。日本全国ほんとに。海外の方もいるかな、もしかしたら。ねえ。うんうん。あ、犬ぞりにいつか行ってみたいなと思っているのですが、いつがいいですか？スウェーデンの北スウェーデンに来ると、結構、なんて言ってたかな、12月ぐらいから4月ぐらいまでやってるって、この前の私がいたとこでは言ってて、必ず絶対大丈夫であろうっていうのがやっぱ12月ぐらいから2月、3月ぐらいまでかな。やっぱりほら、犬ぞりだからさ、なんていうの、雪の中を走るっていう前提で、雪がある時期っていうのは、12月、1月、2月、3月ぐらいまでは多分大丈夫だと思います。え、韓国はエイトセカンズという韓国のユニクロのような店があります。ちょっと絶対行かなきゃ。後でちょっとスクショしますね、忘れないように。あ、購入品でファッションショーしてほしいです。ね、ほんとに洋服を今回実はユニクロじゃなくて H&M でお高いっていうか、何点買ったかな、10点ぐらい買って、それをさ、今度動画にしようかなと思ってます。ちなみにユニクロも同じと思うんですけど、結構返品が簡単でサイズが違うとか、実際着てみて色がこう微妙っていう時は、すぐ返品できるから、結構多めに買ってて、私が着たいワンピースとか、あと私靴のサイズが大きくて、今41か42、もしくは40.5とかで買うんですけど、ちょっとオンラインで買うとわからないっていうのもあって、ちょっと多めに何でも買ってるので、それをさ、ちょっとファッションショーじゃないけど、動画でできたらいいなって、そういうのをさ、見たい方多分いるかなと思って、ファッションってやっぱりなんか面白いなって私も思うから、そうそうそう。うんうん。夏子さん方言出ませんねって。あ、確かに。方言で話そうと思えば話せます、全然、多分。でもほんとなんか英語と同じ感じで、言語と同じ感じで、やっぱ慣れてって耳では理解できるんだけど、使わないとこう出てこないっていうのはあるかもしれない。そうそうそう。あ、夏はいつも5日休みですが、今年は10日取ってイギリス、エジンバラに行きます。好きなことしますって。えすごい。いいいい。めちゃくちゃ涼しくて、なんていうの、人も多すぎず、すっごい素敵な街だと思う、エジンバラ。多分ヨハンも大好きで、スコットランドとかすっごい大好きで、いつか一緒に行きたいねって言ってるんですよね。それこそハリー・ポッターのさ、あれじゃなかった？なんか、なんとかみたいな。あ、長野県からです。初めてコメントします。元美容部員なのですが、お化粧とっても上手です。ありがとうございます。
いやいや、ほんとに、なんか美容系をさ、私はあんまり意識してなくって、でも、すごく自分も綺麗になりたいと思うし、最近ダイエットをサボりつつも、でもこう続けているっていうのもあるので、そういうコンテンツも出していきたい。なんか私、メンバーシップでもう体重公開してて、人生マックスで、今その自分のマックスから、3キロかな、3キロ落ちてはいるんですけど、でもなんか体重よりも、こう自分の触った感覚とか、背中にすっごいお肉ついてたから、それを取り除きたいなと思って、ちょっと意識して立って仕事をしたり、そんな感じで、なんか美容っていうのもこれから少しずつ広げていきたいじゃないけど、私が今直面している問題とかを皆さんに伝えつつ、皆さんの、なんていうかな、日々使っているものとか、やっていることとかも聞きたいって思う。ほんとになんか YouTube そういう意味で良くて、私の状況をさ伝えると、皆さんの経験から教えてもらうことすっごいたくさんあるから、それでいつも、あ、そうなんだとか、特に髪のこと、私髪のこと全然知らなくって、なんか私の髪をこの前ピンクに染めたら、なんか結局今見えるかな？なんかグリーンになっちゃったの。で、それをさ、私は知らなくって、で、なんかなんていうの、染め剤は結局グリーンに戻りますよっていうのを教えてくれた方がいて、あ、そうなんだとか、ネイビーもグリーンになるし、このアッシュピンクもグリーンになるよみたいな教えてくれたりして、なので皆さんのこの知識とか、感想、コメントっていうのがほんとに私のなんかさらにブーストかけてくれて、私もその動画についてもっと深く話したいなと思うし、ねえ、っていうので、ほんとに皆さんありがとうございます。はい。あ、すごい。夏子さんが帰国される8月1日から10日までにスウェーデンの飛行機取りましたって、あ、フィンランドとスウェーデン、おお、すごい、2カ国。あ、いいと思います。すごい、楽しみですね。ちょうどほんとに一番いい時期だと思うので、うんうん。どうだろう、お店は、バカンスで閉まるというよりかは、土日が閉まるみたいな、とか、何時以降空いてないとかはあるので、時間を多分時差でさ、結構大変かもしれないけど、こう結構オープン時間を Google で調べたら出てくると思うので、12時から4時っていうことが結構多かったりするので、4時間しか空いてないみたいなのを調べながら行くといいかもしれない。あ、韓国ではネイバーマップを使ってください。Google マップは使えません？ええ！でも確かに韓国のホテルを取ろうとした時に、韓国語っていうのハングルが出てきて、私読めないから、もう全然わかんないなと思った。で、漢字で書かれても漢字苦手だからあんまわかんないみたいなね。あ、すごい、お布団丸さん、ありがとうございます。後でアーカイブで楽しませていただきますって、ほんとにもうアーカイブでもね、こうやって見てくださってる方いると思うから、ね、ほんとにありがとうございます。うんうん。韓国はコスメが優れているようですね。なんかニキビパッチとか結構買ってるのを見て、あ、いいかもと思って、私もちょっと試してみたい、色々。ほんとに。うんうん。あ、すごい嬉しい言葉いただきました。今のままでも素敵だと思うけど、無理のない程度にしてくださいねって。ありがとうございます。ほんとにそれは思います。なんだろう、なんかほんとにスウェーデンと日本のどっちも好きだけど、全然違うところっていっぱいあって、例えば見た目のことを絶対人は言わない。なんか見た目と言っても、例えば変えれること、例えば私の今日のメイクとか、私がやってる髪型っていうのは、例えば私がハゲてるとかだったら変えられないけど、例えば今日巻いてるとか、色を変えてるっていうのは、私がチョイスして今の状態にいることっていうのはあると思うので、それはコメントしてオッケー。だから洋服とかも、私が選んで着てるやつ。だけど、例えば足が長い、手が短いとか、なんか鼻が丸いとか、なんか輪郭がこうとか、この頬骨がなんか出てる出てないとか、顔がフラットとか、そういうのって自分で変えれないことだから、それを口にするのはすごいタブーとされてる。で、太ってる太ってないも、その人が望んでる状態かわからないから、すごくタブーとされてるっていうので、私も自分の体型について悪く言わなくなって、なんか自分がその健康で幸せであれば、自分が太ってようが、自分が痩せてようが、あんまり関係ないなって思うようになったんですよね、スウェーデンに来て。
でも大学の時は、なんか、夏だから痩せなきゃとか、なんか、なんていうの、この、毛も剃らなきゃとか思ってたけど、全然こっちではそんなこと全くないから、誰からも言われない。で、自分からも別に言う必要もないっていうか、そういうマインドセットになったので、そうそう、なんか、心が健康で、体も健康になればいいなっていう意味のダイエットを私は今心がけています。うんうん。あ、夏子さんのグリーンの髪とても似合ってますよと、ありがとうございます。で、これからどうしようって感じ。でもほんとにね、なんかグリーンなの。やばいよね。なんか今時みたいな、ちょっとアッシュグリーンみたいな感じになってます。ラッキー。あ、韓国コスメ結構使ってます。メイクは発色がいいです。なんか、パケ買いしたいなと思って、いろんなさ、なんかコスメって持ってるのがこうテンション上がったりしません？だから好きなこうリップの種類を何個か買うとか、これからそういうのを楽しみに韓国旅行行きたいなと思います。うんうん。ね、そうそう、自分が心身ともに満足してるってすごく大事なことだと思う。なんかね、ほんとにそう思います。だから私もメンバーシップの方には自分の体重とかをこう報告したりしてるんだけど、なんか私はそういうのをしたいからやってるけど、全然皆さんは体重とか気にしなくていいと思うし、自分ができるだけ健康で、食べたいものを、なんか不健康な生活をせずに、食べたいものを食べてるっていうのであれば、全然それでいいと思うし、他の人に言われる筋合いないじゃないですか。自分が痩せたい、痩せたくない、太った、太ってないってその人の自由だから、うんうん、無理のないダイエット、私もちょっとね、ちょっと無理してでもダイエットしたいなと思う時あるけど、でも改めて考えると、自分のためのダイエットなので、うんうん、そう思います。でもほんとにね、美味しそうなスイーツありすぎて無理じゃないですか？普通に考えて。なんか私は、ある時期、こう、なんでレコーディングダイエット的なことをしてて、1日1800キログラム、キロカロリー、もしくは1700とか1600とかそれぐらいを目指せたんだけど、ほんとにあっという間に2000カロリーいっちゃうし、プラスアイスクリームとかさ、ポテチとかさ、食べてたらもうそんなのできないし、塩分過多でさ、ほんとになんか難しいなと思う。健康な生活を続けるのってね、モチベーションもいるし、なんかすごいことだなって改めて思います。うんうん。で、あ、やばい、40分経った。ほんとに皆さんここまでお付き合いくださりありがとうございます。じゃあね、次ね、これとこれは言ったよね。じゃあ次、はい。これね、質問でもらってて、20代を振り返る、30代でやりたいことっていうね、コメントをね、コメント欄にいただいてたので、これを話したいなと思って。ね。で、えっとねうん、20代、私、20歳の時にヨハンと出会ったんですよね。それが私がまだほんと20歳の時の大学2年生で出会って、で、もうスウェーデンに行きますっていうので、23歳からスウェーデンに住んでいるんですけど、それからほんとになんかもがくっていうか、何ができるか、何がやりたいか分からない中で、自分が自分なりにベストを尽くしてきた7年間だったなという風に思います。そうそう。だから、やれてなかったこと、20代でやりたかったけどやれなかったことってなんだろうって考えた時に、なんだろう、皆さんあるのかな？なんかその時に一応その時のベストじゃなくても、できるだけのことをやってた気がするから、なんか後悔はあんまりなくって、で、こうやって YouTube したいなと、28歳の時に思って、それで今30歳でさ、やってるわけだけど、ほんとにそれが見つかって、ようやくスタート地点に立てたなっていうのが一番思うかもしれない。だから20代後半で、自分がやりたいことと求められてることのマッチングがようやくできた気がして、それでこれから30代で、なんか初めてスタートラインに立てたような感覚に今なってたりします。なので30代では、20代ででもできなくて、やってたら良かったなと思うのが、やっぱり今一人で動画制作してたりして、なんでもこうみんなのこのコメントとか、そういうなんかそのトレンドみたいなのを追って頑張ってはいるんだけど、一人で全部やってたのもあるから、30代ではもっと人と関わるような方法で、動画制作できたらいいなと思うし、なんだろう、もうちょっとこう広げていろんなことに挑戦したいなみたいな夢があるかなって思います。うんうん。
はい。出会って10周年ってこと、すごいって、仲良くて羨ましいです。あ、grattis på födelsedagen ありがとうございます、TK さん。はい、スウェーデン語で誕生日おめでとうっていただきました。そうそう、なんか10年ね、だからほんとに、ヨハンとの出会いでやっぱり、なんか、うまくいったから良かったなって今思うけどさ、1年で結婚する、しないってもう決めて結婚したわけだけど、それからもいろんなことあったけど、いろんなことあったからこそ、今仲良しっていうのはすごいあると思うから、なんかこれからも30代仲良く過ごしていきたいなと思うし、いろんな変化とかやりたいことがあったとしても、お互い支えていけたらいいなってすごく思います。うんうん。ほんとに。あ、すごい沖縄からハイサーイって、ハイサーイってどういう意味だろう？こんにちはみたいな？うんうん。あ、65歳の私だけど毎日健康的で医者知らずです。素晴らしい。ほんとに健康でね、病院に行かないって素晴らしいと思う。なんかスウェーデンも健康な人ほど病院に行かないっていうか、私もたくさんさ、福祉のことで、スウェーデンの、「病院事情どうですか？」とか聞かれるんだけど、でも、動画にしたい、だけど病院に行ったことがないというか、あんまり行ったことがないので、婦人科とかは行ったことあるんだけど、大きな病気をしたことがないから、制度を使ったことないっていうのがあって、それで、大体は分かるよ。なんか、制度的なのは分かるけど、自分の実体験がなかったりするので、いいことだけどね、病院に行ってないっていうのは。だけどそれで話せなかったりするから、そういう機会があったら、なんか、怪我したとか、病気したっていうのがあったら、そういう動画も作りたいなとは思います。うんうん。あ、コラボ的なこと？いや、コラボはね、コラボオファーとか、私を見てくださってるユーチューバーの方がいるならコラボしたいんだけど、それよりかは、私の、なんていうかな、今、メンバーシップっていうのもやってて、それですごく皆さんに助けてもらってるんですよね。私のことをなんか一番最初に話して、で、すっごいいっぱいアドバイスをくれるっていうようなやり方でやらせてもらってて、それと似たような感じで、犬と私と北欧暮らしのチームみたいな感じで、私が一人じゃなくって、誰かの意見を聞きながら、チームとして働けたらいいなみたいな、そういう意味での、他の人とチームとして働きたいっていう風に思ってたりします。今までヨハンさんとすっごく大きな喧嘩ってありますか？どうだろうな。でも、話し合いはたくさんしてきたと思う。でも結局、なんか、なんていうかな、結婚は妥協っていうのはすごいお互い思ってることだと思うから、なんかすり合わせ私はこうしたい、彼はああしたい。でも、一緒に暮らす上でどっちかが折れなきゃいけない。じゃあ両方とも折れよう。真ん中の中間地点を探そうっていうのは何回も何回も多分やってきて、で、今の形がある。多分これからも多分喧嘩というか、そういうことは続いていくだろうなと思うけど、でもなんか、なんだろうな、喧嘩はもうしなくなったかも。無駄時間の無駄。でも言う時は言うし、相手がなんか私も忙しすぎて、あんまり気が回らない時とか、ヨハンも忙しすぎて、なんか私にすぐ言ってくれればいいのに言ってくれない時とかもあるから、ほんとにそういう時は難しいなと思うけど、でも結構距離を取るかも、一緒に住んでても。だから喋らないとかね。そういうのは結構あります。でもなんていうの、わーとか言ったり、なんか殴ったりとか、そういうの殴るはもちろんないんだけど、口での口喧嘩っていうのはもうあんまりしないかも。とりあえず疲れてると思うから、自分の時間取ってくださいみたいな感じで促すかな。で、話したくなったら話してくださいみたいな。うんうん。あ、健康が一番おしゃれですよねって。ああ、すごい。健康が一番おしゃれかも。健康的な人、確かにおしゃれに見える。元気はつらつしてる人って、何着てても、可愛いなみたいな、あるかもしれない。それが特にほら、おばあちゃんとかさ、おじいちゃんとかが健康っていうのが一番それのファッション以上におしゃれに見える、要素かもしれない。うんうん。あ、嬉しい。可愛いだけじゃなくて、魅力的な情報が詰まった夏子さんの動画大好きですって。すごい。情報ね。なんか私もさ、月じゃない、週に1回しか動画出せないから、もうそれでいっぱいいっぱい詰め込みすぎて、動画長いなとか、動画の中でさ、もういっぱい情報あって大丈夫かなって思うんだけど、そうやって言っていただけるとすごい嬉しいです。
ね。なんか、うん、昔はやっぱ10分とかさ、8分、12分、15分、20分の動画絶対長くて多分みんなに見てもらえないと思ってたけど、今はもう伝えたいことが多すぎて、ストーリーが大きすぎて、結局30分ぐらいになっちゃうんですよね。うんうん。なので、ほんとにそれでも見てもらってる人、皆さん多分そうだと思うんですけど、そういう皆さんにはほんとに感謝の気持ちでいっぱいですし、これからもなんかコンテンツの質を保ちながら、ちゃんと皆さんに見応えがあるって思ってもらえるような動画作りができたらいいなと思います。あ、初見です。初めまして。嬉しい。この動画を初めましての方も見てくれてるのかな。ほんとにありがとうございます。ね、動画のリクエストお待ちしてます。昨日これ書いたの。ね。皆さんなんか質問とかあれば、ほんとにこうやってさ、みんなにこうやってカメラ越しに話せることって、月に違うか、3ヶ月に1回ぐらいしかないと思うので、受け付けております。ねえ。あ、ヨハンさんが優しそうで夏子さんが無邪気な感じで素敵なカップルだと思いますって、嬉しい。ねえ、私もすごい、成長したなって思うし、彼も、なんかすごく昔は、なんか正反対の性格かなとか思ってたんだけど、一緒に暮らすうちになんか似てきたじゃないけど、どっちもどっちで、こう私もなんか丸くなったというか、彼もこうなんか挑戦したいっていう風な感じの性格になったり、私もまた彼に似てきたりしてるなっていう風に思います。あ、嬉しい。長い動画大歓迎って嬉しい。うんうん。週に1回のアップだからこそ長尺で嬉しいです。ほんとにありがとうございます。うんうん。新婚旅行に行きたいおすすめのスポットありますか？もう、やっぱストックホルムは絶対行った方がいいおすすめのスポット。で、もし時間があるなら北スウェーデンもまた全然違う自然って感じだから、そこもおすすめかな。うんうん。でもストックホルムはほんとに観光者向け、私も行って毎回毎回ワクワクするし、もうストックホルムで10日間いたとしても、もう全然違うことができると思うからいいと思います。で、なんかバーサミュージアム、船のミュージアムとか、あといろんなミュージアムあるから、それ行くだけでも多分2日間ぐらいかけて行く感じになる。あと野外ミュージアムとかもあるので、ストックホルムは一番おすすめかもしれない。うん。で、夜行列車に乗って、そういう時間とあれがあるなら安いから夜行列車は全然いいと思うんだけど、その時間の余裕があるなら、夜行列車に乗るっていうのもおすすめかもしれない。うんうん。スウェーデンに行って好きな食べ物、一番好きな食べ物、なんだろう、でもザリガニとか結構なんか、スウェーデンらしいなと思うかも。あとでも、オーブン料理が美味しい。あと、あの、バースデー、誕生日とかに食べるサンドイッチケーキっていうのは結構美味しいですよ。パンとかをすごいなんかジューシーな感じの食べ物ご飯みたいな感じにして、それでこう切って食べる。きゅうりとかトマトとかパプリカとか乗ってるのかなとか、野菜のなんか葉物野菜が乗ってるけど、中には、サーモンが乗ってたり、エビが入ってたりするようなやつとかすごい美味しい。うんうん。北欧の田舎だとすぐに病院に行くのが大変だと思いますが、緊急の時は近くに病院ありますか？実は私の家に結構近いとこにあって、犬のさ、私、ノルボッテンっていう県に住んでる、だからそれこそ北海道ぐらいの大きさ、もしくはもうちょっと大きい感じの県に住んでるんだけど、緊急の動物病院が1個しかないんですよ。夜間が空いてるみたいな。で、それがうちの近くにあるの。だからそれですごい助かったかいいなと思ったし、人間の緊急外来のとこも、比較的近い場所にあって、なのでそれはすごい良かったと思います。うんうん。でもほんとに内陸に住んでる人とかは大変だと思う。それこそなんかハイキングした時に、こっから北に6時間ぐらい走ったとこなんだけど、そこでワンちゃんの足が折れたかなんかで、そこから、ヘリコプターで近くの町まで行って、そこから、なんていうの、その緊急外来病院、動物病院に行くっていう人がいたっていう話だったから、すっごいそれ大変だなと思った。けど、うちはね、それはすごいラッキーで行けるんですよね。うんうん。あ、テレビ見なくなったなって。
YouTube の方が興味ある情報が見れるから、私も何でも YouTube で調べちゃう。だから韓国とか調べるとさ、もう韓国行った人のやつがいっぱい出てくるから、そのリアルな情報が見れるし、こういうことで失敗してるんだとか、それもわかるから、そうそう。逆に皆さんは他に YouTube 以外で情報とか集めたりするのかな？もう何でも YouTube で見ちゃう。なんか欲しいとか思っても、例えば H&M でショッピングしたいと思っても、H&M 購入品とかで最初に調べて、その時に買ってるものとか、他の人の見ちゃう。うんうん。スウェーデンのコスメやメイクとかの美容情報を知りたいです。私も知りたい。でも全然スウェーデンで、メイクすることなくなっちゃって、あとコスメとかも多分あるんだと思うんだけど、そこを気にしてないからな。妹ちゃんヨハンの妹ちゃんがすごい、綺麗なメイクとかしてるから、今度聞いてみよう。でも結構肌の色を変える人が多い。私は、普通にこの色だけど、暗くしたいヨハンみたいな感じの女子、男子もかもしれないけど、みんなタンタンっていうの？茶色くなるクリームとかを塗ってる。で、顔もさ、この色じゃなくて、それよりも2ダウン？2アップ？どっちかな？ぐらいの、もうすっごい黒くなったメイクとかしてる人いて、で、すっごい何ていうの？入れ方が全然違うの。なんでこの人こんな黒光りしてるんだろうっていう若い女性に結構合うかも、夏とか。てか、お店で働いてる店員さんとかがさ、すっごい黒光りしてたりして、美白っていう概念の逆、色黒が、もてはやされてるから、そういう意味では、全然違うなって。私より全然暗めのファンデーションと、あとこういうハイライトと逆のやつとかを使ってるイメージがあります。うん。インスタグラムか。インスタグラムで確かに、お店の情報とか載ってますもんね、きっとね。うん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 。へえ、興味深いって。ね、興味深い。美意識の違いっていうのが全然いっぱいあると思うから、ね、最近流行りのやつとかちょっと聞いてみよう、今度妹ちゃんに会ったら。うんうんうん。スウェーデンの教育事情とか知りたい。私も知りたい。ねえ。最近。やっぱり、私との比較で言うと、批判的に考える力、批判的思考力っていうのを、もうほんとにもう0歳の時から、1歳の時から育てるっていう考えなんですよね、こっちでは。なので、必ず選択肢があって、リンゴとバナナどっちがあるけど、どっち食べますかって聞く、子供に。で、選択させる。それと一緒で、全てにおいて選択肢があるっていうのを学ばせて、選択肢があるだけじゃなくって、それを作り出す、ほんとに本質的にこれはこうなってるけど正しいのかっていうのを小さい時から考える訓練っていうのをして、大人になった時にめちゃくちゃクリエイティブな子がいっぱい生まれるみたいな、そういう学校生活を送ってる人が多いなと私はイメージ、感覚であって、なので、常識はもちろんみんな知ってるんだと思うけど、常識を外れたような、クリエイティブなアイデアが生まれたりするのがスウェーデンだなって思うかも。だから、Spotify もだし、私が使ってるエピデミックサウンドとか、いろんな IT な会社、スカイプとかもそうだし、マイクラとか、それもスウェーデンからこんなちっちゃいさ、日本の人口の10分の1もいないこんなちっちゃなところから、ものすごいおっきなアイデアが生まれてるって、そういうことなのかなって思ったりするかな。うんうん。だからもうとにかく自由で、あの、生徒に権限がたくさんあって、縛られないというか、新しいことを常に挑戦できるような、イメージがありますね。それが小学生なのかわからないけど、でもほんとに大学生になる頃には、みんなそれを持ち備えてるようなイメージがあります。黒ギャルって、でもね、ほんと黒ギャルみたいな子いっぱいいてさ、てかもうアイラッシュが、なんていうの、このまつげなんていうの、このフェイクまつげあるじゃないですか。あれがほんとに2000年代初頭、日本のバッサバサのやつつけてる人いっぱいいて、日本のギャルだなって思う。で、かつ、黒くしたいってか茶色くしたい、オレンジにしたいっていう感じだから、すっごい色がさ、すごいの。ほんとに。うんうん。そうだね、合理性もだし、やっぱロジック
やっぱ統計に基づいたとか、科学に基づいたとか、そういうオープンな透明性があるような組織づくりっていうとこすごく力入れてる感じがしますね、小さい時から。うんうん。だからやっぱりなんか、政治とかもみんな興味あってさ、高校生がさ、すっごい政治の話してるみたいなイメージが私もあるし、実際にそうだし、学校でも模擬選挙が行われるし、それが大人との選挙ができないか大人の選挙ができない年齢でされるんだけど、中学校、高校。でもそれをちゃんと議会に出すというか、ポリティシャン政治家の人たちに送るの。学校の私たち13歳から15歳の政治なんていうの、模擬選挙の結果はこうでしたみたいな、私たちの考えもぜひ考慮してくださいみたいな感じなのね。だからなんかすっごいちゃんと考えててさ、みんなに選択肢があるっていう考え方、民主主義の考え方をしてる人が多いなって思いますね。うんうん。で、批判的思考力、私は全然なかったから、あ、そういう考えあるんだと思って、そうそう、でもそれを結構私の動画では大切にしてるかな。私は皆さんに私の当たり前とか、私の生活を知ってもらって、皆さんにも考えてもらえたらいいなとか、私に足りないものたくさんあるから、それを見て皆さんが幸せになってほしいじゃないけど、思ったりするかな。うんうん。あ、今仕事終わってやっと見始めることができましたって、お疲れ様です。今日のメイク素敵って言われた、嬉しい。で、ここにさ、ラメ入れてるのね。で、ここはあんまりなんか、あんまりしてないんだけど、で、眉毛をちゃんとマスカラして、色をちょっと抜いてみました。ああ、はい。そうそう。で、そう、あ、やばい、1時間経っちゃった。はい。ということで、あ、最後にさ、ここで発表しようか迷ったんだけど、あのさっき皆さんに、チームで働けたらいいなっていう話だったから、そう、犬と私と北欧暮らしで編集チームに、加入してくれる人を、徐々に、募集したいなと思ってて、そのために最近っていうかこれから、タイアップ動画をね、毎月出して、その資金で誰かを、実際に雇って、お金を支払って、作ってもらって、さらに新しいことに挑戦していきたいななんて思っています。そうそう。で、これに、なんていうの、条件というか、こういう人がいたら、ぜひ、連絡欲しいなっていうのが、そう、私が使ってるのがファイナルカットプロなので、ファイナルカットプロで、編集を共有できる方、そうそう。でも、使ったことがない方でも、私もほら、全然編集できないところからのスタートだったから、全然まだ使ったことないけど、興味があって、MacBook 持っててみたいな方がいたら、それでお願いしたいなと思ってて、で、やっぱり私たちの動画って英語を話すこともあるから、その英語と日本語が分かる方、ここだけで結構絞られちゃうっていうか、あ、私無理だって思う方もいるかもしれないんだけど、で、プラス、その動画を1本大体私は月に1回お願いできたらいいなと思ってて、その月に1回お願いしてる時間で、私は違う動画を考えたり、違うクリエイティブなことができるかなっていうので、大体私の動画って月に2、30時間かかる。でも素材によっては15時間で終わるものもあるんだけど、ちょっと時間の余裕が取れそうな方、まとめて、例えば20時間とか30時間ぐらい取れる方いるかなみたいな。で、あとは別にほんとに、なんだろう、チームって言っても多分2人私と誰かっていう感じのチームと思ってるので、二人三脚で挑戦したいな、副業でもやってみたいなとか、自分も YouTube やりたかったけど、ここから始めてみようかなみたいな感じで挑戦している方、そうそう、いたらと思って、ちょっと今回これをね、最後の最後に見せて、はい。もし皆さんの中で、今さ、500名の方が見てくれてる、その中で1人でもいたらいいなと思うんだけど、でもその方を見つけるまでちょっと時間かかるかなと思うんですけど、今すぐじゃなくてもいいです。皆さんのタイミングもあると思うし、忙しさもあると思うから、夏以降にやってみたいとか、それまでに準備できたらいいなみたいな感じで、9月からでも、来年の1月からでも、皆さんの中でやってみたいなっていう人がいたら、ぜひメールしてください。はい。いや、ほんとに、それでこんな感じで、今回の動画は終わりになるんですが、ねえ。
そう、なんか、ここならみたいな、こう時間をなんていうかな、買うじゃないけど、そういうのでも全然いいなと思うんだけど、でも、Vlog が好きな方とか、私たちの動画を今まで見て1回でも見てくださってる方に、先にお知らせしたいなと思ったのがあったので、もちろんお金をお支払いします。そのために今、タイアップとかいろいろ考えていますので、ちゃんとしたお支払いできるお金を準備してそうそう、ビジネス的な感じで、しっかり皆さんにも、金銭的にも、なんていうかな、ちゃんとお支払いできるような形でやれたらいいなって思ってます。うんうん。そうそう、でも英語ができるとかね、そこがね、結構ネックかもしれない。でも、この中にはもしかしたら1人いるかもしれないから、その1人に向けて今お話ししている感じかな。うんうん。ね、素敵なパートナー見つかりますようにって。そう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 。で、私たちがほら、特に韓国とか行くから、その時に、一本お願いできたらいいなとか、どっかのタイミングでお願いできたらいいなみたいな感じで思ったりしております。ふう。はい。そんな感じで皆さんほんとに今日も、忙しい金曜日忙しい時間だったと思うんですけど、時間を取ってくださってありがとうございました。多分アーカイブで見てくださってる方も、ここまで見てくださってありがとうございました。ね、これから準備して、1日誕生日の1日動画を撮りつつ、もうほんとに、家族4人で楽しい1日を過ごせたらなと思っております。うんうん。あ、すごい、片岡さともこさんありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ワンちゃんの登場回数増えて嬉しいです。新しいチャレンジ応援します。ね、今日もちょっとブライアンとジェマとさ、コテージに泊まるので、それで彼らの、家以外で過ごす様子みたいな感じも撮りたいなと思っています。うん、ほんとご縁があるといいなと思う。もうここまで皆さんとのご縁があったから、今続けられてるから、そのご縁がさ、一人でも見つかればいいなって思っています。30代じゃん、嬉しい。もうほんとになんかスウェーデン来た時23歳だったから、もう早く30歳になりたいってずっと思ってた周りの人がさ、結構年上が多かったりしたから、もう早く、もう30歳になりたいと思ってたけど、もう今日ちょうど30歳になったので、ね、その思い描いてた30歳かはちょっとわからないけど、でも今の自分に満足しつつ、また頑張っていきたいなと思います。ね。いや、ほんとにこちらこそありがとうございました、皆さん。今週は動画を出さないんですけど、来週が DIY パート1になっております。もうすごい壮大なね、ほんとにこんなこと自分でするんだっていう壮大な、動画、DIY になりましたので、過去最大規模の DIY っていう自分の中では思っているので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。その動画を最後頑張ってこれから編集するんだけど、もうすごい大変。でもそういうのが楽しいので、それを皆さんに、来週の土曜日、お届けできるのを楽しみにしています。ね。すごい、もうテカテカ、顔がテカってる。はい。あ、よかった、DIY イエスって来た。ね、次の動画楽しみですって。うんうんうん。ね、待ちきれない楽しみって嬉しい。そうそう、やりたいこと自分でできるってすごいよね。ほとんどヨハンにしてもらったけど、解体とかさ、ここら辺のこのバーってする、なんかもう天井もペンキで塗ってさ、なんかもうすごい。はい、ということで、皆さん本当に最後までご覧くださりありがとうございました。たくさんね、お伝えしたと思うんですけど、このポストカードの件は、これからちょっと応募欄をシェアしますので、そちらからぜひ応募いただけると嬉しいです。ということで、皆さん、また来週お会いできるのも楽しみにしています。またね。そう、これからね、皆さんからもらったチャット読みますね。本当にありがとうございました。